こんにちは、桃旦那です。今回は WQHD240Hz に対応した KTC27M1 Pro の紹介。高リフレッシュレートやファスト IPS を採用した27インチのゲーミングモニターです。さらに遮光フードも標準付属。この価格帯としてはかなり珍しい構成です。解像度は WQHD で27インチとの相性も良く、作業性とゲーム性能を両立しやすいサイズ感。また最大 240Hz 表示に対応。 FPS 用途でも高い滑らかさが期待できます。ただ価格が強い反面、実際の完成度が気になる人も多いと思います。そこで今回は 240Hz の残像感、応答速度、色味、遮光フードの実用性、FPS 用途で実際に使えるのか、このあたりを中心にチェックしますが、先に使った感想から。実際にいくつかのゲームで確認しましたが、映像はかなり滑らかです。WQHD と 240Hz の組み合わせは体感面でもかなり快適な印象。 UFO テストも確認してみましたが、応答速度は十分良好な印象です。もちろん超ハイエンド機と比べると差を感じる部分はあります。ただランクマッチなども含めても十分実用的な性能です。残像感も比較的少なく、敵の視認性も悪くありません。名調では発色はかなり鮮やかで、映像の見栄えも良好です。ファスト IPS らしく視野角も広めとなっています。特にスキル演出やライティングはかなり映える印象です。また高速移動時も比較的見やすく、探索系タイトルとの相性も悪くありません。NTE もプレイしましたが、移動シーンやバトルシーンもかなり滑らかです。またエフェクト量が多い場面でも視認性は悪くありません。WQHD との
相性も良く、映像の情報量はかなり高めです。どのゲームも滑らかさだけでなく、映像の綺麗さも非常に好印象でした。それではスタンドや外観などを確認していきましょう。スタンド組み立ては工具不要のネジ締めのみと非常に簡単。台座にはメモリも記載されており、左右の角度調整もしやすい仕様です。レサは 100×100 に対応。モニターアームも使用可能。スタンドははめ込み式を採用しており、スムーズに取り付け可能です。デザインはかなりゲーミング寄り。背面も含めて、いわゆる e スポーツ系の雰囲気があります。ただ派手すぎる感じではないので、意外とデスクには置きやすい印象。高さ調整は最大 150mm に対応。チルトは上35度、下5度まで調整可能。またピボットにも対応しているため、縦画面でも使用可能です。端子は左から電源、ミニ USB、HDMI 2.0×2、ディスプレイポート 1.4×2、3.5mm 端子を搭載。注意点として HDMI 2.0 は最大 144Hz、 ディスプレイポート 1.4 は最大 240Hz 対応です。そして特徴的なのが、最初から遮光フードが付属している点。着脱式なので好みに合わせて取り付けできます。実際に使ってみると、映り込み対策としては普通に効果があります。特に照明の映り込みが気になる環境だと、視認性はかなり変わります。ただその分サイズ感は大きくなるため、デスク環境によっては圧迫感もあります。それでは設定画面周りも確認していきましょう。OSD は背面スイッチで操作可能です。設定項目も比較的わかりやすく、操作性は悪くありません。
またオーバードライブや暗部補正などにも対応しています。240Hz 表示を使用する場合はディスプレイポート接続にしてください。アダプティブシンクにも対応しているため映像のズレを抑えやすくなっています。またフリーシンクや G シンクコンパチブル系にも対応。ゲーム用途でも使いやすい構成です。注意点として 240Hz 表示を使用する場合は Windows 側で設定変更が必要です。初期状態では 60Hz の場合もあるため購入後は確認しておくのがおすすめです。ということで KTC27M1 Pro を紹介させていただきました。実際に使ってみた感想としては価格を考えるとかなり完成度は高めです。特に WQHD240Hz 環境を比較的安く導入したい人には相性良好です。FPS 用途でも十分滑らかでランク帯などでも快適にプレイできます。発色も非常に綺麗なので映像重視のゲームとも相性は良好でした。一方で e スポーツ大会向けモニターと比較すると動体視認性には差があります。そのため競技特化というよりは万能型寄りの印象です。ゲームから動画視聴まで幅広く使いやすいモニターだと感じました。今回紹介した製品は概要欄に URL を貼っておくので気になる方はぜひチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。